機関というか、銀行系の会社でした。食べるのも好きだし、作るのも好きだったので、やってみたいことだったので、挑戦してみようと思って一大決心をしました。焼くことで表面をカリッとさせてちょっとしけにくい状態で出したいなとは思っているんですけれども、上にアーモンドが乗っててちょっとカリカリするのがポイントです。シュークリームは毎月出されてますか？そうですね。シュークリームは一応出せるときはほとんど毎日出してるんですけれども、たまに出せない時もあるので、結構連絡してくださる方も多いですね。シュークリームが欲しいとか。サラサラになるから。いろんなフルーツでやってるんですけど、今日はシャインマスカットにしました。季節限定なんですかね？そうですね。時期のフルーツを使ってます。なかなか大手じゃないので、いちごが夏が手に入りにくくて、季節のもので旬の味を楽しんでいただけたらと思ってます。マルポーネがチーズなんですけど、チーズの味がすごい出るわけじゃなくて、コクがあるのにあっさりした後味っていうのがすごく好きで、生クリームだけだとちょっと飽きちゃうんですけど、それが結構最後まで飽きずに食べられるっていうのが好きで作ってます。
交互に乗ってて可愛いですね。ちょっと交互の方が均等に食べられそうでいいかなと思ってます。毎月メニューって違うじゃないですか。はい大変じゃないですか。そんなにショーケースが広くないので、なんかこう回転させていろいろ作ってる感じですかね。旬のものをなるべく食べていただきたいと思ってます。
を作ってやっちゃいます。型いらずなんで何の大きさでも焼けます。開きやすいのでちょっとクリームで溝を埋めてます。
ルカトリエ、店名の由来は何ですか？よくなんかリエさんですかって言われるんですけどそうではなくて、ガトーとアトリエの造語になります。他にない名前が良かったのでネットで調べて、どっか聞いたことあるんだけれども他にない店名を探してつけました。卵黄を入れて湯煎で炊きます。
で、煮立てます。オペラの特徴はコーヒーの良い香りと、あとはチョコレートの組み合わせの楽しみを味わっていただきたいなって思ってます。冷やします。じゃあこれです。お願いします。
とスイートチョコレートなんですけど、半分ぐらいちょっと溶かしておきます。生地がのります。なんか趣味とかってあったりするんですか？趣味はゴルフです。練習には行きます。打ちっぱなしには行きます。これは、バルト爽快感ですかね。気持ちがいいです。結構もう打つのが好きですね。終わった後はさすがに疲れちゃっていけないんですけど、休みの日には行きます。前職何されてたんでしたっ金融機関というか、銀行系の会社でした。卒業してからすぐに就職したのがそこになってて、9年半ぐらい働いたんですけど、働きながら製菓学校に通うようになって、そこから本格的にやりたくなってしまいまして、辞めることにしました。ではもともと甘いものもすごい大好きで、お菓子作りにやっぱり夢中になってしまって、食べるのも好きだし作るのも好きだったので、たくさんの方に食べてもらいたいなっていうのもあって、自分でやってみたいっていう気持ちも強かったので、どこかいいお店があればなと思って探していました。やっぱり辞める時はこの先どうなるかっていう不安もありましたけど、でもやってみたいことだったので挑戦してみようと思って一大決心をしました。私になってどうですか？楽しいですね。お客様と話したりとかするのも好きですし、作ることも好きなので、作ったもので喜んでいただけるのがすごくやりがいにつながっています。ありがとうございました。
長めにちょっと作ってるので、かなり色を出します。めちゃくちゃ見た目的にはもう焦げてるぐらいで、ちょっと気をつけてください、熱いと思って。はい、でこれでも色止めされるんで、さっきできたカラメルはこんな感じで、これもかなりビターです。砂糖入れます。です。カラメルを作った鍋でやることで結構こうカラメルがやっぱ付着してる残ってるんで、生地にもちょっとそのカラメルの風味みたいなのが入ってくるんで、うちはこうしてます。食感っていうか口当たりが滑らかになるので、ひたすらこしていきます。プリン自体は甘さを感じやすいタイプになってるんで、カラメルをすごい苦くすることでそのバランスをうまく表現して最後まで飽きない仕上がりになってます。クリームチーズが入ってるんで、クリームチーズ入れると結構コクがあって、こう食べてくるとだんだんクリーミーな感じになって、食感も固めに仕上げてるんですけど、クリームチーズが入ることで結構ムチっとした食感になって。都内の飲食店に勤めてました。コロナのタイミングでこっちに戻ってきて、それでお店を新しくここで継いでやろうと決意して、父親と母親が切り盛りしてたんですけど、趣味みたいな感覚になってて、あんまりやってなかったんですよ、お店自体。もう週に 2,3 日ぐらいしかやってない。僕も専門学校出たきっかけが、もともと継ぐ予定でいたんで、いつかは戻ろうって思ってたんですよ。ちゃんと戻ってちょっとここを継ぎたいっていうふうにもう2人にも言ってて、コロナが来て3年ぐらい早かったんですけど、もうなんかきっかけがここしかないなっていうのもあったんで。
専門学校行ってた時も僕イタリアンがもともと結構好きで、それでパスタとかそういうなんか勉強したかったんですけど、なんか気がついたら毎日デザート作ってた。甘いの好きですか？甘いの好きですよ。でもプリン好きってことですか？プリンはでもここでやるまであんま食べたことなくて、そのお店さんとか行って食べたことはなかったんですけど、なんかやっぱ自分でこう作ってみて他のお店さん食べるようになって、お店さんによって全然違うんで、それはやっぱ面白いな。材料ってそんなに変わんないと思う。焼き方とか細かい工夫というかこだわりで味が違ってくるんだなっていうのを思いました。砂糖入れます。バニラエッセンスです。レシピはじゃあ、はいお父さんから教わったんですか？そうです。もう全部教わって、今焼き菓子とかもうち出してるんですけど、そういうのも全部引き継いで、今全部自分で一人で作ってます。よいしょ。やっぱ結構オーブンで癖があるんで、そのお店さんのオーブンによって違うんですけど、前後ろと上下変えてまた半分になります。こことココアパウダーですね。
楽しいですか？楽しいですよ。辛い時もありますか？辛い、でも独立してからはあんまり辛いと思ったことはないですね。会社勤めだった時はどうしてもやらされてる感みたいなのが強かったので、同じ飲食業なのにやってることは今と変わらないんだけど、やっぱり自分でやるのと会社にいた時って本当はね、同じモチベーションで両方やれたらいいんですけど、やっぱそこは結構違ってくるのかなっていうのはありますね。記帳中です。今日は午前中が埋まってて、まあ、予約以外でも当日来ても座れるので、予約なくても大丈夫なんです。お父様は今日はお手伝いとかされるんですか？ちょっとね。
段作業しながらお二人で何か話したりするんですか？あんま話さないです。集中してるから。僕の方の親父が、飲食店をやってた高校卒業するぐらいかな、お店を始めたの。俺はそこで手伝う。それがずっとだからもう20歳ぐらいからずっと飲食店いつかは戻ってくるようなことさ、いやもう専門学校行くと嬉しいより不安な方が強い。食べていくだけで大変だと思うので。
ご案内します。はい。それパッションね。2名で予約はいよ。すいません。すいません。感じだったいいよ。感じ。SP2 つ、パッションフルーツ杏仁豆。やってはいたんですけど、あんまりメインどこにはしてなくて、それでもプリン出してたらお客さんすごい注文してくれるなっていうのは自分の中で感じて、あ、じゃあこれなんかもっと美味しいものにできたらお客さんもっと喜んでくれるんじゃないかなっていうのがあって、ちょっとレシピを変えたりして、そういう見た目とかもなんかいろいろ工夫しだしたのがきっかけですね。自分が食べたいとか出したいっていうものももちろんそうですけど、お客さんがこう食べたそうな求めてるようなものとかを自分の中でこううまく自分がやりたいように表現してこう出したらいいなっていうのが、まあ、プリンだったっていう感じですね。
料理をこうお客さんに実際に食べてもらってそれを喜んでる姿を見るのが、まあ、一番仕事やっててよかったなと思います。前から撮らなくて大丈夫です。ブラウニーは作ったらすぐ出すというわけではなくて、なんか一晩寝かせるという。はい、寝かして出してます。大体いつも何種類ぐらい出されてますか？大体12種類ぐらいでやってます。なんだったらチョコミントとコーヒーが季節限定で出てます。新作チョコミント。大体いつぐらいまで出されるんですか1ヶ月あるかなって感じです。タイガーリリーっていう名前のブラウニーなんですけど、タイガーのイメージカラーのちょっとオレンジがかったピンクっていうか。お店の名前はどういう風につけたんですか？タイガーリリーっていう花あるんですよ。響きが好きだったんです。
ピンクペッパーです。ピンクペッパはい。ちょっとピリッとする味。そうです。ちょっとスパイスで入れてます。チョコレートと胡椒っていうのもまたちょっと見たことそうない。なんです。アクセントになってもともとこの色が好きっていうのはなんかやろうと思った時にこの色が好きだったんでピンクと緑の緑とかカーキがイメージカラーでナイフもそんな感じの色にして。
お客様も女性が多いですか？意外に男性の方も多くて、女の方にあげるときにすごい喜ばれたとかっていうのはよく聞きます。プレゼント用に買われる方そうと。ブラウニー専門店にしようと思ったのは何でだったんですか？もともとチョコレートのお菓子好きだったんですけど、ブラウニーってないじゃないですか、富山とかに。いろんな種類のブラウニーあれば面白いなと思って出そうと思いました。オープンするまでにすごい苦労したこととか何かありますか？釜の癖っていうのがあって、焼き加減とかがすごい大変でした。1ヶ月ぐらいはずっと試作して食べて繰り返して、で納得いくやつできるまで試作ずっとしてました。
商品は誰が考えるんですか？どっちもあるってか、こっちからこれがいいかもねっていうのもあるし、マー君の方からこれどうですかねみたいな相談しながらって感じ。お二人は甘いもの好きなんですか？好きですね。新しい商品とか考える時って、自分たちが食べたいものとかそういうのから行くんあ、ですか？そうですね。自分たちが食べてみたいやつを作ってみたりして、クリームリリーはいつぐらいからできたんですか5月の？5月中旬。中旬から出たばっかり。クリームリリーは本当冷やして食べた方が美味しいから、夏場になんかちょうどいいなと思って。これはラスクです。切れ端使ったラスク。全部の種類のラスクができるってそうことですね、全部の種類あります。売ってるのはなんかランダムにいろいろ入ってるんですけ一袋の中にいろんなのが入っど、てる。そうでいろんな味入ってます。今ではもう人気商品です。そうですね。持ち運びも少し安いし。
ょっとくっついてるのをほぐしてもう一回焼きます。2回焼くとどういう食感に変わるとかってあったりしますか？まあ、まだちょっとだけしっとり残ってるんで、完全に水分飛ばしてザクザクの食感にしていく感じですね、2回焼くのは。これが食感がどういう感じに？食感が本当でも種類によっても違うから、食感だけでもすごい楽しめる。ちょっとぎっちりした感じのもあれば、軽い感じで食べれるやつもあって、種類によって本当食感全部違います。なんかお店を他にもやられてるっていうのをちょっと見たんですけど、何かされてるんですか？近くで定食屋さんやってます。定食屋さん、はい。どういうメニューそこでは出されるの？定食なんですけど、結構ボリュームある、タイガーとは全然違うタイプの食堂です。タイガーリリーとその定食屋さんはどっちが先だったんですか？定食屋さんの方が先です。マルコは今6年目に入ったところです。タイガーが2年目に入ったところです。もともとお菓子の専門学校に行ってたので、お菓子はやりたいなと思ってたんですけど、本当ちょうどいいタイミングでマルコの近くの店舗が開いたので、それでお菓子屋さんやろうっていうふうになりました。専門卒業してからもう12年間ぐらいお菓子屋さんでずっと働いてて、でそこからマルコやって、でタイガーなんですけど、なんかお菓子触ってなんか十何年間触ってて、食堂やりだしたら次またお菓子やりたくなってきてっていうのでタイミングがあったんで、タイガー出そうと思いました。よろしくお願いします。昨日とは全然雰囲気がやっぱ違います。マルコさんの名物は何になりますか？名物は一応この牛すじを赤味噌で煮込んだ赤炊き定食っていうのが一応名物で。赤炊きはどうしてそういうメニューが出来上がったんですか？私が学生の時に名古屋に住んでて、赤味噌がすごい好きで、富山にもあったらいいなと思って作りました。
定食がすごいもりもりだっていうのを聞いてますけど、もりもり食べられる男性の方が多いので、だんだんとちょっと多くなってきたっていう感じです。2日間ありがとうございあました。りがとうございます。ごちそうさありがとうまでした。ございます。いやもうどれも美味しいです。このカヌレです。食感外カリッてしてなんかふわってしてるんでめっちゃおすすめです。お待ちしてます。さようなら。もともとお菓子作るのが趣味で、一番やりたかったのって何だったかなって考えた時に、やっぱ焼き菓子作りたいかもと思って焼き菓子の専門店にしました。もともとやりたかったことってこれだったよなと思いながらやってます。あい、もう可愛いよ。
ろしくお願いします。前日に仕込みをしてで朝一でラムを入れる感じになってます。ラム酒の香りが残りやすくなるかなと思って。もともとカフェで働いてましてでそこのカフェのキッチンを借りながら自分の焼き菓子を作らせてもらうっていうような感じでやってました。一人で始められる時周りになんか大丈夫とか心配されませんでしたか？結構どっちかっていうと大丈夫でしょうみたいな感じでみんな送り出してくれた感じはありました。割と私が気合入ってるタイプなんでそれでどうにかするだろうなって多分思ってくれたんだろうなって思います。一番美味しくなる食材を使いたいなとは思ってるので白砂糖を全く使ってませんとはちょっと言い切れないんですけど味に影響がないものに関してはきび砂糖で白砂糖じゃないとどうしてもその味わいが出せないなっていうものに関しては白砂糖で作ってます。昔から趣味という趣味がお菓子作りぐらいしかなかったような気がするんで、でも母親と一緒に作ってたので言うと幼稚園児の頃から作り始めて小学生の時にはなんか近所の友達とか読んでこうお菓子の作り方を教えてました早い、すごいですね。なんか好きやったんです、そういうのがもうちょっとです。ケーキとか結婚式の最後のデザートだったりとかレストランのコースのデザートとかを作ってました。もともとお菓子作るのが趣味で学生の頃とか学生の時に作るのが好きなお菓子ってほとんど焼き菓子じゃないですか。あんまりケーキ作ることってないですよ。でお菓子作るのが楽しいなって思ってであんまり何も考えずにパティシエになろうって思ってホテルとかウェディングのところに就職してウェディングケーキとか作ってそれはそれで楽しかったんですけど一番やりたかったのって何だったかなって考えた時にやっぱ焼き菓子作りたいかもと思って焼き菓子の専門店にしました。もともとやりたかったことって多分これだったよなと思いながらやってます。
トで販売する分はもう焼きたてのやつそのまま出すんですけど、通販用とかで急速冷凍してお店に並べるようです。人にあげたくなるようなお菓子が一番嬉しいかなって思ってるんで、パッケージングされてるのを開ける喜びみたいなのもあるから、開けた時に「わ可愛い嬉しい」ってなるのと、ドヤ顔で人にあげれるようないいお菓子見つけたんですよっていう時って結構人にあげたくなるじゃないですか。そっちのあげる側のなんか喜びみたいなのが私結構好きで、なんかもらうのももちろんね嬉しいんですけど、あげた時にいいでしょいいでしょっていう感じをみんなに味わってもらいたいなと思ってます。初めてです。イベントでは何度もやけど、お店まで来てくれたの初めて。初めてです。ありがとうございます。確か始まり。じゃあカヌレ2つ。はい。
東も2つで、はいご自分用ですか？それを家用です。家へのお土産。いやもうどれも美味しいです。このカヌレです。食感外カリッてしてなんかふわーってしてるんでめっちゃおすすめです。お待ちしてますさようなら。先にちょっとだけ火を通しておいて、他の材料と合わせて焼き上がる時に全部の食材が一番美味しい状態で焼き上がるようにと思ってちょっとローストしてます。すごく一個一個こだわって作られてますね、やっぱり。そうですね、焼き菓子の専門店なんでちょっと面倒くさいこともやっていこうと思ってます。作ってる時に食べたりしますか？味見とか。作ってる時多分めちゃめちゃ食べてます意識してないんで空気かのように食べてるから
一押しの商品として出してるのがパウンドケーキなんですけど、個人で販売するってなった時に一番最初に作ったお菓子なんで、それは割と気に入ってるかもしれないです。これを2つ、こちら緑と黄色があるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしてます。お水と砂糖だけではないんです。水と砂糖だけのもあるんですけど、だいぶ淡白なというか、お砂糖の焦げた味みたいな感じになるんですけど、生クリームとか蜂蜜だったりとかバターが入ることによって結構こう深みのある味わいのキャラメルに仕上がります。
お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あい、もう可愛いよ。めっちゃ可愛い。あ、いい感じです。そのニコリニコリ。そう。こちらはブラウンシュガーとグラニュー糖ですね。ではヨーグルトです。1回目とは混ぜ方違うんですね。あ、そうなんです。1回目が卵がどうしても分離してしまうので、それをつなげるために粉を入れてます。2回目はもう普通につながった生地に粉を加える。何回も作って一番美味しい生地みたいな。試行錯誤で何度も作られたんですか？作りました。なんか家でもやりましたし、居酒屋の方、仕込みの時間もらって作ったりとか。今月までは私一人でメニューを考えていたのでこのメニュー出てるんですけど、来月のメニューからスタッフ2人も参加してもらうので、また違った色も出てくるんじゃないかな。
焼き芋ペーストに甘みをつけたものですね。カラメリゼナッツ。リンゴ来てた？来ました。よかった。可愛いです。ラディッシュあれでしたね。ちびっこで可愛いですね。思ってたよりちびっこ。普段仕込みとかしながらどういう話されるんですか？普段はくだらない話してますね。普通になんか友達と喋る感覚で喋ってるよね。そうです。こういうの作りたいとかってあるんですか？結構意外な組み合わせが多いので、なんか意外だけどすごいしっくりくるみたいなのが今まで多くて、それがすごいなと思ったので、なんかそういう組み合わせを自分でも考えつくかなっていう不安はあるんですけど、結構いろいろチャレンジして作っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。紫のモンブランと秋野菜グリーンキーマカレー。キーマカレー。はい。
準備だ。はい。八角を使ってるので、大人な大学にもいます。はい、お待たせしました。いつもありがとうございます。インスタで千駄木ランチで調べたら出てきたので素敵だなと思って。よかったらどうぞ。ありがとうございます。お待たせしました。失礼いたします。サラダの量がすごくて、ドレッシングも美味しかった。全部美味しいです。Café. Café. Not small.とっても美味しいです。ランチとしてこうボリュームもあってしょっぱいマフィンを選んだんですけど、中に入ってるレンコン歯ごたえがあるし罪悪感なく食べれるっていう感じでとっても美味しかったです。ゆいちゃんにかかるよ。ちょっとみたらしっぽい感じで。
ローストしたかぼちゃを潰してニンニク、マスタード、マヨネーズとかで和えたかぼちゃサラダにローストしたベーコンが中に入ってます。レンコンのきんぴらになります。青さバターっていうのを中にも入れて上にも乗せるんですけど、かぼちゃとナスとしいたけが、鶏ひき肉が中に入ってます。大学芋です。美味しいほどではないですけど、八角の香りが。カリフラワーとチョリソーのペペロンになります。マスタードの色はない。お湯です。こんな感じで大きさ変えてます。マシンの形のキャロットケーキもなかなかない。自分が食べて美味しいって思わないものは出してないです。もともとそのお菓子作りが楽しいって言ってお家でやってた時も見て見てっていう感覚でみんなにあげてたので、ここは変わらずにお客様とも共有できたら嬉しいなと思ってます。ちゃんと今日マスカラ塗ってきたから本当だ、バチ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 。
台の中にレンジの皮が入ってますけど、それがタルトの土台になってます。ミルクチョコレートとビターなチョコレートを使ってるので、お子様でも大人の方でも食べれるように作ってます。地元の農家さんなので、中之島が梨農家さんで有名なんですけど、その梨農家さんでやってもらって。お店で一番人気商品は何ですか？ショートケーキタルトですね。今だと桃です。人気なのはいちごが出てる冬がやっぱり一番人気です。
年からなんですけど、結構何度も前に来てくださる方が多くなってリピーターが多いですね。その形がフランボワーズの形。ですね。地元が石川県なので、なんかそういったものを使いたいなっていうのはずっと思ってて、実家はちょっと能登ではないんですけど、内灘町っていうところなんですけど、父親の家はちょっとひどくなってましたね。もう今月壊すって言ってたんで、応援っていうのはなんかおこがましいですけど、ただ僕が使いたいなと。冬のショートケーキもいちごなんですけど、いちごをハートにカットしたのをのせたりしてました。
お二人がパティシエになろうと思ったきっかけは何ですか？ケーキが食べるのが好きだから作りたいなと思ってちっちゃい頃からケーキ作ってたのでケーキを作る仕事ができたらなって思って僕も食べることが好きだったので、東京の学校を探してて、今の妻がも一緒にいる学校に入りました。同じクラスだったとかですか？そうです。前の人の席でした。前後の席だったんですね。名前順で出会ってからもう17年か17年すごいですね。そう考えると強いです。こだわりポイントは何ですか？フルーツ選べるんですけど、色が鮮やかなものを揃えるようにしてます。マンゴーも完熟してなかったらもっと白いので、そういうのは使わないようにしてます。前働いてたところの先輩がピザみたいなタルト作ったら面白いんじゃないで奥さんに話したらやってみたらいいんじゃないっていう、色が綺麗だね。お客さんからはどんな声がありますか？やっぱり綺麗だねっていうのは言われますね。あとお客さんがフルーツ選べるので苦手なものをなくすこともできるので、秋になったらイチジク、あと洋梨とかも入ってきますね。クォーターにするとちょっと乗せすぎちゃうところもありますね誰かに持ってくとかね、プレゼントでねプレゼント配れるみたいではい選ぶ人が多いです。投稿するのは新商品が出たりフェアやったりとかの時で、ストーリーは営業日は毎日上げてます。インスタグラム見て来られたお客様もいらっしゃいましたか？結構いますね。特に新商品出た時はそれを狙って買いに来てくれる方はいつも毎回いますね。
漬け込むし。
さっきの固まっているので2層で、このムースで3層目で。こんにちは。お店はいつオープンされたんですか？昨年の1月ですね。まだオープンして1年半ぐらい。開店しようと思ったきっかけは何ですか？で私の父がもともとこの地下を使ってお店にしたらいいじゃんっていうのを言ってくださってたので、それと私たちがケーキ屋さんを開きたいっていう思いがあったので、その言葉に甘えてここでお店を開くことになりました。タルトのお店なのでタルトっていうのを最初について分かりやすくしたかったのと、あとバトンっていうのはこのお店の場所が私の父の職場だったので、その父からのバトンを受け継いだっていう意味も込めて、バトンリレーのバトンのような感じでバトンってつけたのと、あとはその後は私たちからお客様への美味しいバトンを届けられたらっていう意味を込めてバトンにしました。あと T のバトンの TT が本当はスペルが T1 個なんですけど2個にしていて、ここを手にしていてバトンタッチというかちょっとつなげてもらって手みたくしました。T が素敵な由来ですね。はい。今後どのようにお見せしていきたいですか？地域の人たちが、少しでも来てもらえるように、いろんな商品を作っていきたいなと思います。タルト以外でもフィナンシェなどギフトとかそういったものに力を入れていきたいと思います。ありがとうございました。